はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？ちなみに僕はめちゃめちゃ元気です。はい。いや、日本はね、12月に入ってしまったということで、寒い毎日が続いてますね。多分他の国、みんなが住んでいるような国でも、寒くなってきたんじゃないでしょうか。うん。で、最近はね、僕がこうやってポッドキャストを投稿するたびに、最近寒くなってきましたみたいな話をしてるんだけど、最近はね、もういよいよ本当に寒くなってきたなって思うようになった出来事があるから、みんなに話してもいい？僕の話聞いてくれる？うん。じゃあ僕の話聞いてね。さ、僕最近ね、温泉に行くことが多いんだよね。友達と一緒に温泉に行って、体を温めたりとかリラックスしたりっていうことをやるんだけど、温泉って、結構多くの温泉にはね、露天風呂がついてるんだよね。で、露天風呂についてはね、以前のポッドキャストで話したんだけど、露天風呂って何ですかって思う人、このポッドキャストを聞いている人の中にはいると思うから、もう一回説明するわ。で、露天風呂って何かっていうと、屋外にあるお風呂だよね。うん。だから、露天風呂から、外の景色を見ることができるし、外の空気、ちょっと待って、体は温泉の中、お風呂の中に入ってるんだけど、顔は外気にさらすんだよね。うん。だから、外の空気も、温泉に入りながら、楽しむことができるんだよね。それが露天風呂。うん。で、僕はね、最近たくさん露天風呂に行くんだけどさ、露天風呂でお風呂に入る前って、その裸で外を歩かなきゃいけないんだよね。うん。お風呂のお湯に浸かるまでは、裸で歩かなきゃいけないわけ。で、夏に、温泉に入っている時っていうのはさ、別に裸で外を歩いても何も問題ないんだよね。みんなさ、夏になったら、ビーチ行くでしょ？海に行くでしょ？その時にさ、水着だけしか着てない状態で外を歩いても何も問題ないじゃん。うん。なんなら気持ちいいじゃん、涼しくて。でしょ？でもさ、みんな想像してみてよ。冬の季節に、裸で歩くっていうことをさ、想像してみて。めちゃめちゃ寒いでしょ？いや、これね、すごい寒いんだよ。いや、びっくりしちゃうぐらい寒くてさ、露天風呂の、スペースに行くまでには、そのドアをガラガラって開けて露天風呂に入りに行くんだけど、そのドアを開けた瞬間に、もう冷たい風がバッと体に当たるわけ。その瞬間に、うわ、早くお湯に入らないと死ぬなって思うんだけど、そこね、外をね、裸の状態で歩くっていうのはね、5秒から10秒ぐらいから、その瞬間は本当に死ぬんじゃないかって思うくらい寒いね。うん。で、最近はね、本当に、毎週のように温泉に行ってるから、毎週毎週その気温がどんどん下がっていくことを感じるわけ。で、今さ、まだ12月に入ったばっかりじゃん。これがさ、1月とか2月になったら、僕は露天風呂に入りに行ったら死んでしまうんじゃないかなって思うくらいなんだよね。うん。そんな感じですね。だから僕はね、
まあ温泉に入るたびに冬の寒さっていうのを感じてるんだけど、まあみんなは冬の寒さ感じてますか？うん。まあ外は寒くなってきたよね。まあただね、東京はまだ雪が降ったりしてないんだけど、まあみんなが住んでいる国はもう雪が降ったりしてるのか？いや、どうなんだろうね。まあ、寒くなって、まあ、不便なことといえば、やっぱり、外に出たくないなって思うことが圧倒的に増えたよね。夏の時に比べて。うん。まあ、夏の時はね、まあ、ちょっと散歩しに行こうかなとか思って、まあ、外に出て歩いたりすることっていうのはあったんだけど、まあ、今はね、極力外に出たくないね。うん。まあ、ずっと家にいたい。ずっと家の暖房が効いた空間の中で常に過ごしたいなって思ってますね。うん。だからそれが不便だね。まあ、本当だったらさ、外に出て散歩して、まあ、体を動かして、元気に一日をスタートさせるぞとかね、そういう風に思いたいんだけど、まあ、冬はね、まあ、どう頑張っても、外に出れないし、あ、そうだ。まず、家から外に出るのでも一苦労じゃん、冬って寒いから。それだけじゃなくてさ、その朝起きた時に布団から出られないっていう問題があるよね、冬って。あれめっちゃ不便じゃない？あの問題だけ、あの解決したいなって思ってる最近はね。まあ、ただ、まあ、暖房をつけながら寝ると、ちょっとね、寝心地悪いんだよね。だから今はね、寝るときは暖房を消してます。僕は。まあみんなはね、どういう風に過ごしてるんだろうね。まあ僕個人的には、まあ冬はね、まあ寝ている間は、まあ暖房を消してた方がいいかなと思ってるね。ごめん、ちょっと噛んじゃったんだけど。で、あとね、まあ暖房以外に僕が、まあ、睡眠中で考えなきゃいけないのは、まあ加湿器だよね。前のポッドキャストで話したんだけど、まあ僕はね、今年加湿器を買ったんだけど、まあ加湿器ね、僕の加湿器、スチーム式って言って、中で水を沸騰させて、水蒸気を作るタイプの、まあ、加湿器なんだよね。で、その加湿器ね、まあ、微妙に音がうるさいんだよね。まあ、普通にこうやって起きている間は、まあ、気にならないんだけど、まあ、早朝とかにずっと加湿器がついてると、まあ、ちょっとね、その音が気になるなーってなることがあるんだよ。だから、まあ、僕はね、まあ、寝てる間に、まあ、加湿器は切れるような設定にしております。はい。はい。まあ僕はね、まあこんな冬でもね、こうやって、立派に生きてますよ。はい。まあみんなもね、どんな感じで過ごしてるのかな、冬っていうのは。前、ライブ配信した時にさ、韓国の方がね、まあ5度ぐらい、気温が5度ぐらいだよっていうことをね、話してたんだけど、もう到底考えられないね、僕にとってはね。いや、5度ってマジで寒いけど、まあ東京もね、まあ冬の一番寒い季節になったら、まあ5度ぐらいいっちゃうと思うんだよな。まあそうなったら、まあ寝てる間も暖房つけるしかないかな。うん。じゃないと死んじゃうからね。うん。はい。ということで、まあ、すごい寒い冬なんだけど、まあ、いつかね、冬が明けて、春が来ることを願って、一日一日、元気に生きていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いしますね。うん。で、今日はね、何を話そうかなって思ったんだけどさ、まあ、最近、まあ、多くの日本人が考えていること、まあ、悩んでいることについて話してみようかなって思います。
ちょっとね、話してたら、ちょっとあったかくなってきたから、水飲ませて。うん。今日も水が美味しいな。うん。今回ね、ポッドキャストを収録するために、コンビニでね、ミネラルウォーターを買ったんだけど、なんとここにミネラルウォーターを持ってくることを忘れてしまいました、僕。だからね、このコップに入っているのは、いつも通り、水道水です。うん。でもまあ水道水も美味しいんですよ。うん。まあそんなことは置いといて、今日のポッドキャストのね、まあテーマというか、話す内容なんだけどさ、日本人が今すごい困っていること、なんだと思うみんな。日本人が今すごい困ってること。日本に来る、まあ観光客の外国人の人はね、あまり困ってないことだね。うん。まあ今日本人が困っていることって本当にいろいろあると思うんだけど、まあその中の一つが物価高ですよ。うん。まあ物価高って、まあ結構、まあいろんな国で、うん、まあ人々が悩んでいるようなことだとは思うんだけど、日本人もね、困ってます。うん。もう毎日のように物価高に関するニュースをやってるね、日本だとね。うん。で、まあ物価高、もちろん僕もね、日本に住んでいる日本人なので、なんか物価上がってるかもな、みたいに思うことあるんだよね。うん。で、最近、物価だな物価が上がってるなって思ったのって、やっぱりコンビニに行った時かな。うん。でも、コンビニに行くだけじゃ、まあ簡単にその物価高って感じられないと思うんだけど、まあ特に僕が物価高を感じてしまうのは、まあコンビニでおにぎりの値段を見た時だね。最近ね、おにぎり一番低い価格でも140円とか150円とかするの。って言っても、このやばさみんなわからないでしょ。おにぎりってね、まあ、僕の中のイメージだと、まあ、一番安いのだと110円とかで買えるんだよね。まあ、だから、約1.5倍だよね。うん。そのくらい値段が上がってる。今日の昼ご飯は安くおにぎりで済ませちゃおうかなとか思うことあって、まあそういう時はね、まあ、110円とかのおにぎりを買って、今日の昼ご飯も安く済んだなとか、そういう風に思うんだけど、150円っていう値段を見て、あれえ、おにぎりってこんなに高かったっけって思ったね。まあまあ世界的に見れば安い値段なのかもしれないんだけど、まあ昔と比べたらね、おにぎりの値段がすごい上がったなって思うね。あ、で、おにぎり以外にもありますよ。この値段すごい上がったなっていうものが、ホテルの値段だね。うん。宿泊費。めっちゃ高いんだけど、今、東京の宿泊費。いや、本当にびっくりしちゃうんだけど。まあ、1万円だったらね、安い方だよ。うん。いや、1万円の宿を見つけることができたら、ラッキーって感じだね。いや、もともと3000円とか4000円で一泊できてた気がするんですけど、みたいな感じに思っちゃうよ、僕は。まあ、ホテル不足だよね、今は。ありがたいことにね、本当にたくさんの外国人観光客の方が日本に来てくれてますのでね、その分、まあ、ホテルがあまり足りてないんだよね。だから、その分ね、ホテルの価格も上がっていっているっていう感じなんだよね。で、僕も、まあ、日本のどこか旅行したいなとか思うことあるんだよ。うん。
まあ僕もね、まあずっと東京に住んでるから、まあやっぱり東京以外の場所に行きたいな、自然が多い場所でリフレッシュしたいな、みたいに思うことあるんだけどさ、いやー、ちょっとホテル高いなって思うことあるよね。そう。で、まあ、ブッキングドットコムとかさ、アゴダとか、まあ、今言ったのは外資系のサービスだけど、まあ、日本でもね、じゃらんっていうサービスとか、まあ、楽天トラベルっていうサービスを使ってね、まあ、ホテルを予約することができるんだけど、まあ、それでさ、まあ、行きたい地域の、まあ、ホテルの価格一覧みたいなのが見れるじゃん。それを見てさ、マジでびっくりしちゃうんだよ。毎回。うわ、安い宿何もないなって思うわけ。うん。まあ、そんな感じでね、まあ物価高にすごい苦しんでいる日本なんですけれども、まあ僕が物価高を感じるのはそのくらいかな。まああとはあれか、まあ iPhone の値段とかね。まあこれはまあ物価っていうか、まあ iPhone 自体の価格も上がってるからね。うん。で、まあ、やっぱり、まあ、日本の主婦の方とか、まあ、普通に日本で暮らしている方っていうのはね、まあ、スーパーの、まあ、野菜の値段とか、果物の値段とか、まあ、そういうものの値段を見てね、うわー、すごい物価高だなって感じる方多いらしいんだけど、まあ、僕の場合はね、野菜あまり買わないんですよ。お惣菜コーナーっていうところに行ってね、まあ、すでに、まあ、出来上がった料理をいつも買って帰るので、まあ、その値段を見てるからさ、まあ、特に、まあ、野菜の値段が上がったなとか、まあ、お肉の値段が上がったなみたいなのはあんまり感じてないね。まあ、ただ、まあ、お米が高くなったなとは思った。うん。まあ、お米高いけどね、まあ僕お米大好きだから、買わざるを得ないよね。うん。お米の価格が上がったからといって、僕に米を買わないっていう、まあ選択肢はないんだけどさ。うん。あのなんだろうな。まあ新しく例えば、まあカメラを買いますとか、新しくパソコンを買いますみたいになった時は、やっぱりね、価格も、まあその商品選びにおいては、まあすごい重要な、まあ要素の一つだと思います。うん。で、僕もね、やっぱりケチな男なんで、まあ例えばね、パソコンを買いたいなってなったら、まあできるだけ、まあ、安くて、まあ、自分が欲しているスペックを満たしているパソコンを買うんだけど、まあ、食料品はまた別問題だよね。例えばさ、お米の価格が上がったからといって、まあ、安いパスタを買うようにしようとか、まあ、そういうふうには思えないんだよね。まあ、やっぱり今まで買ってきたものをまた別のものにするとか、そういうのはあまりやりたくないなっていうのが、まあ僕の本音なんだよね。うん。で、まあ日本人がね、まあ節約するために何をやってるかっていうとね、そのやっぱり物価高ですから、うん、節約しないとやってられないんですよ。日本人もね。うん。で、日本人がね、大好きなのは、ポイントだよね。まあ、クレジットカード、指定のクレジットカードでお支払いをすると、まあ、例えば、200円購入あたり、200円分購入すると1ポイントもらえて、その1ポイント、てか、そのポイントを、まあ、現金のように使うことができるっていう、そういうポイントってすごいみんなやってます。活用してます。で、まあそういうさ、クレジットカードについてくるようなポイントだったら、まあすごい便利なんだけど、そのレジで、提示しなきゃいけないポイントカードがあるわけ。で、そういう時にさ、わざわざそのポイントカードを財布から出して見せるのが、
めんどくさくて、僕はね、ケチなのにそういうポイントを活用してないんだよね。うん。うん、だから、ポイントが欲しいから、キャッシュレス決済をやってる人も多いんだけど、そういうキャッシュレス決済に関しましてね、最近、日本人にとっては、すごい、なんていうのビッグニュースがありましたよ。うん。みんなさ、スイカっていう IC カード知ってる？今まで日本に来たことがある人なら、スイカが何なのかっていうのを分かってるのかもしれないんだけど、スイカっていうのは、日本で、一番普及している、キャッシュレス手段なんですよ。で、もともとスイカって何かっていうと、鉄道を利用するときに、改札で、使う IC カード、タッチ式の IC カードなんだけどさ、そのスイカが最近ね、QR コード決済に参入したということで、結構日本ではね、大きなニュースになっているんですよね。で、キャッシュレス決済、QR コード決済にスイカが参入するということで、なんか普通にね、お店とかで使えるようになるらしいんだけど、スイカがね、なんでそうやって、サービスを、新しくするのかっていうとね、スイカの、なんていうの立ち位置っていうか、立場が今危うくなってるんだよね。みんなさ、クレジットカードで払える、ビザタッチとかさ、もう最近さ、クレジットカードでタッチ決済ができるようになってきたでしょ？うん、あれめっちゃ便利だよね。で、あれさ、鉄道利用とかでもさ、使えたらめっちゃ便利じゃん。ってなると困るのがスイカなんだよね。で、スイカって何かっていうと、プリペイド式の IC カードなんだよ。だから、スイカを使うときって基本的にクレジットカードからスイカにチャージし、お金をチャージして、で、そのスイカを、鉄道の改札とかで使うんだけど、そのスイカにチャージするっていうステップをなくした方が便利じゃん。うん。だから多分、ビザタッチ決済の方が便利だなっていうことで、そっちが普及する可能性があるよね。ってなると、スイカの立場が危うくなってくるから、こうやってね、QR コード決済に参入したりしてきてるんだけど、一個人の感想としては、ビザタッチでよくないかなって思うんだよな。だってわざわざチャージしなくていいしね。しかも世界的にも使われてるから便利だよね。いろんな国で使えて。でもね、そうやって、海外のサービス、海外のインフラというものを使い続けてしまうとね、日本人として困ることがありますよね。それは、日本円の流出ですよ。うん。海外へのお金の流出。どんどんね、貿易赤字が広がっていきます。はい。ちょっと日本のね、貿易赤字が、とんでもないことになってしまうんだけどもね。あのこの物価高、今日本人が直面している物価高問題の、根本的な原因が何かっていうとですね、僕は円安だと思うんだよ。円が安い。日本の通貨が安い。円安ってすごいいいこともたくさんあるよね。今で言うと、円が安いから日本の物価が海外と比べて安いからたくさん外国人が来てくれる。観光客の方たくさん来てくれる。で、僕もね、海外の人とお話しするの楽しいんで、うわ、たくさん外国人が来て楽しいなとか思ってるんだけど、あとはね、日本のものが安く海外に売ることができるよね。例えば、
日本の主力産業といえばね、自動車産業なんだよね。日本の有名な自動車メーカーといえば、トヨタ、ホンダ、日産、スズキとか、そういう、車メーカーをね、知ってる人多いと思うんだけど、そういったもの、日本のものをね、安く売ることができる。確かね、最近トヨタもね、10月の売上販売台数がね、過去最高だったらしいんだけど、そんな感じで、いいこともあるんだけど、日本国内でただただ物を買っている人にとってはちょっと大変だよね。うん。例えばさ、お米を作るのにも、海外産の、なんていうの、肥料とかね、あとは農工具とか必要かもしれないし、だから今ってさ、グローバル化が進んでいる社会でしょ。だから、海外の、物価、まあ、日本の円安っていうのが、やっぱりね、物価につながりやすいんだよね。で、やっぱり、iPhone とかの話もさっきしたけどさ、iPhone の廉価版のモデル皆さん知ってますかね。うん。iPhone 16E とかいうやつね。で、あれもね、ほぼ10万円みたいな価格なんだよ。で、iPhone の廉価版なんだけど、日本人にとっては、もう全然安くないの。うん。そういうことが起きてるんだけど、今の政権ね。実は最近、日本の総理大臣がね、変わりました。前まではね、石破総理という方がね、日本の総理大臣をしていたんだけど、あれ、いつだっけ、あれ、総理大臣変わったのっていつだっけ。確か10月の上旬に、総裁選があったから、いや、違うか ?9 月の30日とかだっけ。とにかくそこら辺に、日本の総理大臣が変わったんですよ。うん。で、なんと、日本の歴史上、初めての女性総理大臣ということでね。これは、いいことだよね。なんでかっていうと、今まで男性しか総理大臣をやってなかったということでね。うん。男女平等のこの世の中におきましてね。優秀な方がいたら、女性の総理大臣も誕生していいかなとは思ってたんだけどさ。今の総理大臣はね、なんか円安誘導なことばっかりしてるような印象なんだよね。いや、これだと物価下がらないんじゃないかな、みたいな風に思っちゃうんだけどさ。もちろんね、物価高対策を結構やってるんですよ。今の政権もね。うん。で、地方自治体によっては、住民にポイントを付与したりだとかね。うん。したりして、物価高対策をしたりして、あとは、今の政権はね、ガソリンに対して補助金を出すみたいな、そういう政策をするらしいんだけど、なんか小手先の政策のような気がしちゃうんだよね。違うかな。僕もね、経済の専門家ではないから、なんかすごいね、いろいろ詳しいことまでは言えないんだけどさ、多分根本的な理由って円安じゃん。いや、違うかな。だってさ、このパソコンだってこれアップルのパソコンでしょ。で、さっき言ったみたいに、果物も、海外から輸入しているもの多いでしょ。で、国内で生産しているものも海外の肥料とか使ってるでしょ。うん。物価高なのは円安だからじゃないですかね、とかじゃみたいなのをちょっと小声で言いたくなることもあるんですよ。うん。ただ、一方でね、今のその高市内閣というのはですね、かつての安倍総理、かつて
安倍晋三首相という方がね、日本にはいまして、銃撃事件で、お亡くなりになられてしまった方なんですけども、その人がやっていたのが、アベノミクスという、経済政策でして、はい。当時の日本はね、デフレにすごい悩んでたんだよね。うん。だから、インフレに向くように、円安になるように、故意に誘導していたっていうのが、アベノミクスでした。うん。当時は、日本はね、すごいデフレに苦しんでたから、良かったのかなとは思うんだけど、今の総理大臣の方、アベノミクスを継承するというような話をしてて、となると、あれ円安がもっと進むんじゃないかなみたいに思っちゃうわけよ。ってなると、もっと物価上がってくのかなみたいな。で、今の総理大臣はね、消費税を減税してとか、なんて言うんだろうな、えそういう、その、国民に対してお金を還元するみたいな、そういう政策をやりたい派なんですよ。今の政権というのはね。ってなると、多分日本の財政はもっと悪化する。で、悪化すると円安がもっと進んでいくっていうので、なんか取り返しのつかないことになるんじゃないかなみたいなね、思ったりしちゃうんだけど、どうなの？さ、経済の専門家の方いる？僕のポッドキャストの視聴者にいや、詳しく聞きたいんだけどさ、なんか今やってることが正しいことなのかなというふうに思ってしまうわけですよ。うん。で、円安が進むとね、多分日本の資産というのものもね、海外の人にどんどん買われていきます。で、僕個人としては、海外のお金を持っている方が、日本のものを買ってくれる分にはいいのかなとは思ってるんだけど、結構ね、日本の中で今、不動産価格が上がりすぎているのを問題視している声とか、外国人が不動産を買っていくことを問題視しているとかね、そういうことが多いんですよ。ただ、どんどん円安になってたら、さらに、日本の土地も外国人の方に買われると思うんだよね。だから、円安をちょっと是正してもらいたいな、みたいな僕もね、最近なんか、新しいカメラとか買おうかなとか思ってるからさ、そうなると、やっぱり、やっぱ円高の方がいいかなとか、海外旅行するときは円高の方が助かるな、みたいな感じに思うことがあるので、できれば円高に向かうような政策をやっていただきたいなとは思うんだよね。で、こうやって円安が進んでいくっていうことをね、国民が、認知し始めるとですね、まず資産を日本円で持たなくなってしまうんだよね。たまにあるよね。その財政破綻するような国でさ、アメリカのドルが使われていたりとかね。その自国の通貨に対する信用がなくて、海外の通貨で取引しているっていう国とかもね、あったりするとは思うんだけど、だんだんそうなっていっちゃうよね。例えばね、日本で言うと、何年前かな？ 5 年くらい前かな。新ニーサという、そういう政策がスタートしたんですよ。で、これが何かっていうと、日本人に対して、
まあ、投資をしてくださいっていうことを促した政策。で、これはね、今でも有効なものなんだけどさ、まあ、日本人の、例えば日本の経済が動いていない原因って、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、言われていることのうちの一つは、タンス貯金、タンス預金が多すぎるっていうことだよね。で、アメリカみたいな国とかと比較すると、まあ、個人が所有している、なんていうの、アセット日本語が出なくなってくる個人が保有している、資産のうち、まあ、現金が占めていることが結構多いんだよ。日本人って。うん。ってなると、投資してないから、で、お金が投資に向かってないから、経済が循環しなくなる。そういうものがあります。で、あとはね、えーまあ、年金の問題もあってさ、もう今って日本って少子高齢化社会だからさ、その、働くのをやめた世代、まあ、お年寄りの世代に対しての負担をね、若い世代が、負わなきゃいけなくなっていって、その年金制度自体が持続するのが難しいんじゃないかみたいな議論があるわけ。ってなると、まあ自分が頑張って、老後に向けてお金を準備しなきゃいけないわけ。うん。そのために、お金を増やすために、投資をしてくださいみたいな、そういう政策が、まあ、新ニーサ制度っていうものだね。で、これ何がすごいかっていうと、今まではね、まあ、株とか金融商品に投資するときって、まあ、儲けに対して20%の税金がかかったんだよね。まあ、ただ、新ニーサ制度はですね、1800万円までなら無税ということになりまして、まあ、無税になるんだったら投資しますよっていう人が増えたわけ。で、まあ、実際にその制度が始まってから投資する人増えたんですよ。で、まあ僕の友達もね、投資している人多いね。その新ニーサ制度を使って。まあやっぱりみんな将来に不安がある人が多いですからね。で、みんなさ、まあその新ニーサ制度を使って日本人が投資している先って何だと思う？日本人が投資している商品って何だと思う？で、一番人気がね、まあ、S&P500 という、アメリカの企業の、まあ、インデックス株なんだけど、日本人はね、日本国内の株ではなくて、まあ、基本的にアメリカの株に投資するんだね。となるとですよ、日本のお金が海外に流出していくということになって、ますます円安が進んでしまうんだよね。いや、これどうする？いや、なんかね、結構ね、もう円安になるしかないんじゃないかっていう、うん、そんな気がしてきてますよ。うん。いやー、でもね、これ、ちょっとね、まあ僕の意見なんですけど、だからもうちょっと円高になった方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見なんだけど、僕はね、経済の専門家ではないから、経済の専門家の方がいたらね、ちょっと教えてほしい。どうすればいい？日本は。どうすればいいのかな？うん。まあ、僕はどっちかっていうとね、海外に行くの大好き派ですから、海外にたくさん行きたいなとか思っている方だからね、まあ、海外旅行をするときに、
まあお金がかからない方がいいよね。まあ、前も話したけど、まあ、タイに旅行2回行ったんだけど、1回目の時と2回目の時で全然値段が違ってびっくりした。うん。日本の円はね、基本的に、まあ緊急事態に強いんだよ。世界的な。だから、コロナウイルスが流行った時って、日本円の価値って上がったんだけど、今そっからね、1.5倍ぐらいの安さになってしまったからね。うん。いや、どうです皆さん。まあね、今、みんなが、海外に住んでるとしたら、まあ、日本に旅行するときにお金が全然かからなくていいな、みたいに思ってる人多いと思うんだけどさ。あ、そうだ。前さ、まあ僕が、シェアハウスに住んでた時があったんだよね。で、その時はね、そのシェアハウスはね、世界各国から来た人が住んでるシェアハウスだったんだけどさ、まあそこに住んでる、フランス人の、学生の方だよね。がね、すごい喜んでたのを思い出したわ。その頃はね、今もなんだけど、どん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 円安になっていった時期だったんだよね。うん。で、そんな時期に、彼はね、毎月、ユーロで奨学金をもらってたんだよ。ってなると、毎月毎月もらえる額が上がっていくわけ。日本円に換算すると。うん。だからその人はね、まあ、俺のだからその人は、俺の留学生活はどんどん天国になっていってるっていう風に言ってたんだけど、逆にね、そう、それの逆のパターンになってる人がいたわ、そのシェアハウスに。うん。で、その人はね、あの、メキシコ人なんだけど、最近はね、ずっと日本に住んで、日本で働いてる人なんだけど、で、日本で働いて、で、日本でもね、昇給したりして、給料が上がったりしてるんだけど、ずっと日本円で貯金してたらしいんだよ。ただ、メキシコに帰ると、もう物価がものすごい上がってるらしくて、で、しかも、日本円の価値が下がってるのと同時に、その時、メキシコのペソがすごい勢いで、世界の他の、通貨と比較して価値が上がってた時期なんだよ。だから日本円が下がっていって、メキシコのペソが上がっている時に、ずっと日本円で貯金してたから、あのメキシコのペソで貯金してればよかったなっていう風に言ってる人もいた。あとはね、あの、中国から来て日本で働いてる人のもうね、面白いこと言ってたな。その人は日本で働いて、確か何年くらいやったかな多分3年とか4年くらい経ってると思うんだけど、うん。で、その人もね、日本で、3年とか4年働いてるから、もちろん日本にいる間にどんどん給料も上がってったんだよ。ただ、中国の人民元か。中国の人民元に換算すると、今もらっている給料って、その入社した時の給料ぐらいらしいんだよね。おーいっていう感じだけどさ。そう。だからね、なんか割と日本で長く暮らしている外国人で、頻繁に母国に帰らなきゃいけない人にとってはね、今の日本の円安っていうのはね、結構厳しい環境だよね。だからね、やっぱり
自分が持っている資産というものがね、どうなっていくかわからないからね、分散投資しなきゃね。みんなさ、なんか投資してる？うん。みんななんかさ、ちゃんと投資してるの？日本人はね、もともと全然投資しない人たちだからね。僕の親世代とかでもね、あまり投資している人の割合っていうのは多くないと思うんだけど、やっぱりさっき話したみたいに、政府がね、投資した方がいいよっていう風な政策をしたこともあって、僕の世代だとね、投資している人は結構多いかなとは思うんだけど、そうだね、さっき言ったみたいに、基本的にアメリカのインデックス株に投資している人が多いかなって思うね。人によるけどさ、あとは仮想通貨とかだよね。ビットコインとか、そういうものに投資している人もいるし、他はなんだろうな。金に投資している人もいるし、あとはやっぱりこれから円安が進むっていう風になって、外国の方がどんどん日本の土地を買っていくっていう風に、予想するとね、日本の土地を、あらかじめ買っておこうって思っている人もいるからね。いろんなパターンがあるんだけど、今言った通りかな。基本的に不動産、金、仮想通貨、あとは外貨、あとは株価。こういったものに投資するのが日本だと一般的なんだけど、みんなの国だとさ、その投資とかって結構やるの。うん。なんか僕の中のイメージだと、アメリカ人はね、すごい投資をしてるイメージがあるんだよね。ただ、他の国の人はどうだかわからない。でもなんかね、留学中に、そうだ。僕がヨーロッパに留学してた時はね、たくさんの韓国人の友達ができたんだけど、うん、なんか私、サムスンの株買ってるから、株上がってほしいんだけど、今下がってきてるんだ、みたいなことを言ってたんだけど、なんかその時学生だったからね、いや学生で投資してるんだと思って。しかもさ、サムスンの株って結構高そうじゃない？学生なのにそんなお金持ってるのって驚いたことあるんだけど、だから韓国人も投資するってことだよね。うん。どうみんなさ、投資する株とかなのかな投資するとすればね。で、できるだけさ、分散投資した方がいいじゃん。やっぱり。日本円だけ持っておくとさ、これからどんどん円安になってた時にさ、自分の資産がどんどん、なくなってっちゃうな、みたいな風に思うから、だからそれはやめたい、それはやめておきたいな、とは思うんだけど、ただ、日本人だとね、その、外国の株っていうのはすごい投資するの難しいよね。で、日本のね、その、日本の証券会社で、口座を開設して、で、日本の株とか買ったりとか、あとはさっきの新ニーサ制度を活用して、無税で儲けを得るみたいなことをするときって、で、日本のね、住民票を持っておかなきゃいけなくて、で、これね、海外でワーキングホリデーしたいとか、海外に住みたいって思ってる日本人にとっては結構難しい問題で、何が難しいかっていうとさ、そういう日本の証券口座を持って日本株に投資したい人は、さっき、住民票を持ってなきゃいけない。日本に住んでるっていうことを証明しなきゃいけないって言ってたんだけど、海外に住んでる間、その住民票がなかったら、投資ができないわけ。だから日本の証券会社で
口座を開設できないわけ。だから海外に行ったら、日本で投資できなくなるんだけどさ、だからそれをね、回避したいってなったら、住民票を持ち続けなきゃいけないわけ。ってなると、日本の住人であり続けなきゃいけないから、日本に税金を払い続けなきゃいけないわけ。でさ、僕っていつか海外で暮らしてみたいなみたいに思ってるから、そういう時どうしようかなと思ってどうするんだろう。じゃあ僕もね、詳しいことまだ調べてないからさ、うん。もしかしたら、いい方法があるのかもね。あまり金銭的にも、自分にとってマイナスなことを減らして、投資をし続けるみたいな方法があるのかもしれないけど、まだちょっとね、詳しく調べてないからわからないけど、海外にいながら、うん、日本の証券口座においてね、投資ってどうやってするんだろうな、みたいな感じで疑問に思うことはあります。うん。そう。だからね、予測不可能な世の中だよね。未来がね、予測できたらいいんだけどね。そんなことは難しいからね。タイムマシンってできるのかっていう話だよね。日本の、有名なアニメで、ドラえもんっていうね、アニメがあるんだけど、みんな知ってるかな、ドラえもん。ドラえもんにはね、タイムマシンっていう秘密の道具が出てくるんだけど、あれに乗るとね、未来に行ったりとか、過去に行ったりとかできるよね。で、確かドラえもんも未来から来た猫型ロボットだった気がするんだけど、えなんかそういうタイムマシンとかできるのっていつなんだろうね。昔の人がどういう暮らしをしてたのかっていうのをちょっと気になるけどね。僕の場合は、前もポッドキャストで話したけど、自分の祖先が見てみたい。うん。自分の祖先が、どういう暮らしをしてたのか、うん、どこの国で暮らしてたのかっていうのをね、知ってみたいんだけど、で、前、ポッドキャストで、家系図が昔と比べて作りやすくなったよみたいな話をしたんだけど、あれからね、僕ちょっと調べたんだよね。なんかね、多分3万円ぐらい、3、4万円かければ、自分の5代上の祖先くらいまでは、自分の最寄りの、なんていうの、自分の最寄りの区役所とか市役所で家系図が作れるらしいんだよ。で、実際に調べたら、そういう風なことをやってる人がいて、で、割と時間がかかるらしい。で、役所に頼んでも、頼んでから1ヶ月とか2ヶ月後に結果が来るらしくて、で、3万円とか4万円かかるらしいから、まだね、僕はね、やってないんだけど、いつかやってみたいなって思う。本当ならね、動いている自分の祖先っていうのを見てみたいなって思うんだけど、でもね、僕が中学の時かな、高校の時かな、なんかすごい興味深い話、それこそ過去が見えるようになるよっていう話をしてるね、先生がいたんだよ。なんかね、ブラックホールだっけ、なんかさ、宇宙にはすごい質量が大きい物質ってあるじゃん。それがさ、ブラックホールとかなんだけど、で、たまに光を屈折する物質があるらしくて、で、例えばこうやって光が曲がって、自分のところから発されている光が曲がって自分に返ってくるとしたら、過去の光が見れるっていうことでしょ。なんか有名だよね。例えば、
今見ている月、夜に僕たちが見ることができている月って、確かなんか10分前の月とかだよね。光が、月から発せられた光が地球に到達するまで、確か10分くらいかかるんだったような気がするんだよね。で、っていうことはさ、8分前の月が見れてるってことじゃん、今。うん。で、自分から発せられた光が遠くの星に当たって屈折して自分に返ってくるとするよ。それにさ、100年かかってるとするじゃん。そしたら、その光をすごい性能がいい望遠鏡で見たら、過去の地球が見れるってことでしょ。それこそ100年前の地球が見れるっていうことだよね。まあ、それは、理論的には可能だよっていう話をね、中学の頃だったかな、高校の頃だったかな、そういう話をしている先生がいて、それがね、すごい記憶に残ってるんだよね。え、昔の景色を見ることって理論上可能なのみたいな感じですごいびっくりしたのを覚えてるね。うん。あの先生、元気かな、なんかすごい、明るい先生だったのは覚えてるな。まあ、中学生、あ、そうだ。中学生の頃だね。あの先生の授業があったのは。まあ、中学生ってさ、なんかすごいやんちゃじゃん。授業中も先生の話を聞かないで友達と喋ってばっかりいて、まあ、うるさくしちゃうことってあると思うんだけど、で、そうやってね、生徒がうるさいと、まあ、怒鳴って怒ったりする先生っていうのも何人かいたんだけど、その先生はね、一回も怒らなかったね。うん。なんか、すごい友達とくっちゃべってても、全然注意されなかったなっていうのを覚えてる。うん。で、なんか今は、そういう、なんていうの、コンプライアンスがすごい厳しくなってきてるらしくてね。うん。なんか、昔はね、僕はね、その部活の先生にお尻を叩かれたりしたことあるんだけど、まあ、そんなことは起こらないらしいしね。あ、そうだ。あとはね、授業中も先生が全然怒らなくなったらしい。うん。まあ、日本ではね、なんか体罰が問題視されたりしたケースがあって、うん。で、あとはね、やっぱり生徒を先生が叱るのはあまり良くないみたいな風潮がね、今は出てきて、まあ、パワハラだとかね、そういう問題が出てきたから、あまり先生も生徒に対して厳しくできないらしくて、うん。だから、まあ僕もね、最近の学校に行ったっていうわけではないんだけど、うん。学校に最近行った人の話を聞くと、先生が全く怒らなくなってるっていう風に言ってたから、うわ、時代が変わったんだなと思ってね。うん。まあ、そうだね。まあ、パワハラとかは良くないなとは思うんだけど、全く怒らないのも教育上どうかとは思うけどね。うん。やっぱりね、その生徒が良くないことをした時っていうのは、まあ、怒ったりしてね、けじめつけなきゃいけないんじゃないかなとか、そういうことは思うけどね。うん。はい。ということで、本日も時間がやってまいりました。物価高の話をしてたのに、途中からなんとタイムマシンの話になって、タイムマシンの話から、学校の先生が最近怒らないという内容の話になってしまいました。いや、でもね、楽しかったですよ。うん。ポッドキャストね、最近頻度が減ってたからね。
うん、こうやって話すの楽しかった。で、今日はね、ちょっとね、なんか、現政権に対する話とかね、してしまったからね、すごい、なんか、硬い話になってしまったんだけど、うん、次回はもうちょっと楽しいね、みんなワクワクするような、ネガティブじゃない話をしようかなと思います。はい。で、何人の方がここ最後まで聞いてくれましたかね。うん。まあもう寝ちゃった人もいると思うんだけど、寝てない人も、これから眠りにつく人も、ぜひいい眠りに入ってください。はい。ということでね、今回のポッドキャストはこれで終わりにします。次回のポッドキャストもぜひ楽しみにしていてください。それでは今日はこれでおしまいです。バイバーイ。